にちは。ムーパーチャンネルからインターナショナルプレミアムを生放送します。司会のアデイトです。海外の方も見るので、英語に変えながら皆さんに伝えしてまいります。ニコニコ、Ustream、dmm.com、JustinTV、BlogTV でもご覧ください。それでいつもの素晴らしいゲスト、世界平和委員会空手道本庁聴導員大学総裁です。よろしくお願いします。Today's first news are coming from Greece and the general strike that's happening right now. まずはギリシャに対してその大きなストライク。もうこれはね、いよいよギリシャも、今の緊縮財政に踏み切るか、バジェット 20% カットするんですよ。大変な経済に与える悪影響が大きい、それをしなければドイツは認めないと、こういう厳しいその処置だから、今労働者、および経済界はですね、これだけはもう緊縮をこれ以上続けてもらっては困るという、国民の総意のデモをやってるわけ、ジェネラルストライキですよ、鉄道も止まる、バスも止まる、全ての公共機関がストップかかっちゃうわけですから、そういうひどい状況下にあると。でこのいわゆる経済政策としては、一気にバジェットをバーンと 10%、20% カットすれば、ショックが大きいから、段階的にソフトランディングで、少しずつという方法を選んでほしいと。2年間それの猶予期間をくださいと、サラマスプレジデントは、メルケル首相に言ってるわけだけど、もうすぐやんなさいということだ、すぐやってくださいと、そうやなければその ECB ヨーロピアンセントラルバンクも、SFM も安定基金も、援助しませんよと。だからこの対立が2年間猶予くれと言ってるのと、それをどこまで認めるかという問題ですね。でドイツそのものがドイツのお金を ECB に出す、ヨーロピアンセントラルバンクに出すわけだし、そのドイツの国民の税金が流れるわけですから。国民もギリシャ国民のために俺たちの税金がなぜ流れるかと、みんなだんだんこの反メルケルの声が大きくなってきて、そういう中で、このジェネラルストライキがどこまで発展するかということがですね、今後ヨーロッパ経済全体に及ぼす影響になるだろうとこう思います。In Greece, there is a general strike right now because the government is trying to push forward these budget reductions that were ordered by Europe, by Angela Merkel of Germany, and so because these budget cuts are supposed to come too soon, people are striking, and if people strike, the trains are stopping the circulation, there's no electricity, so again it produces a huge damage to the country, and it does again more bad to the entire economy. And the people are not happy to have their tax money going to ECB, to the Europe Central Bank, and Greece wanted 2 years to little by little move towards recovery, but EU, Europe and Germany is pressing them
to do it much faster. So the population is very displeased and very unhappy. Their lives are getting worse and worse. Next, almost similar situation happening in Spain, in Catalonia, that part of Spain. 次ですね、スペイン。はい、このスペインの、まあ、同じことでしょうけども、はい、スペインの場合は、はい、いわゆるこの銀行がものすごく財政危機に各銀行がなっている、はい、その銀行に対して ECB が、not through Spanish government 直接銀行に、はい、ファイナンシングで解決する方法とか、一旦ガバメントに貸してガバメントが各銀行に貸すかと。で EC 全体としては、銀行を60の銀行を一括管理してしまうと。ギリシャの銀行もスペインの銀行もイタリアの銀行も全27カ国の銀行をワンコントロールすると。この ECB ユーロピアン・セントラル・バンクが、がコントロールすると、はい、でこれはいわゆる銀行の一つの統一同盟を作っちゃうという、はい、一本にもアライアンスしてしまって、そしてもう各政府関係ないと、はい、銀行は全部一括管理だと、でトータルで管理するという流れがあるわけ、はい、そこでスペインの銀行を直接助けに入るか、それともラホイ首相のガバメントに全部任すかと、はい、これはまあ今その選択を迫られているということ、はい、もう一つは各州があるわけで、カタロニア以外、まあ、いろいろバスクとかいろいろ州がある、はい、この州が全部今財政危機になっている。セントラルガバメントも財政危機なら、各イーチガバナも、はい、イーチプレフェクチャーもその州が全部財政危機。特にカタロニアは40億ユーロが必要だって言ってる。すごいですね。でカタロニアのガバナプライムミニスターと、ラホイセントラルのプライムミニスターが会談して、これは喧嘩してる。ラフイはもう11億ユーロしか出さないと、カタルニアのガバナは40億ユーロくれとか言ってる、まあそういうスペイン国内での中央と地方の喧嘩、そしてまとまったトータルで EU との問題、 EU とのネゴだから、非常にこれスペインは規模も大きいしマイナスも大きいから、一番 EU にとっては負担が大きな国になるということです。これからスペインがギリシャよりもっと大きな問題だから、一番ヨーロッパの財政危機で大きなファクター、大きな要素になるのはこのスペインだと、ね、その時はイタリアだとこう見るべきですね。残念ですね。Spain, as we know, is also on the verge of bankruptcy, and Catalonia is a part of Spain, and the governor of Catalonia, Rajoy, is now in conflict with the president of Spain. Each area, this part of Spain are governing themselves, so each part needs a huge amount of money and help from the government, but the banks, the Europe Central Bank is going to give the needed money directly to other banks, so the money doesn't pass through government, it will be just from banks to banks, and it will not have impact on the people, it will not help the people. And on the other hand, the Europe Central Bank
will have control of so many countries thanks to this financial help, and they will be controlling Greece and Italy, and by just lending this money, and it's going to be like a monopoly over the entire Europe. And that's why Spain, it's probably going to be an even bigger problem than Greece. Next, in France, it is officially said that 3 million people are unemployed. まあ13年前も、はい、300万人以上の失業者が出た。しかしずっと改善してきて200万人になりですね、はい、減っておったのがオランド政権になってまたガッと増えたんです、失業者が。それで、やっぱりオランドのカットバジェット、緊縮財政といわゆる税金を上げる、増税、ね、だからルイ・ヴィトンのオーナーもみんなベルギーに逃げると言ってるし、そうですね、いろんなそういうその増税に対してのですね、経営者が消極的な、まあネガティブなストラテジーになっちゃってる、だから人を雇うんじゃないし切っちゃうと、ね、で実際はこの300万人っていうのはアンエンプロイメントインシュアレンスの問題で、はい、の数でこう勘定してるわけだけど、失業保険と関係ない失業者は一歩通るわけですよね。これはまあアルジェリアからやってきた労働者だとか、トルコからやってきた労働者だとか、ルーマニアからやってくる労働者だとか、まあセネガルからやってくる人、マリからやってくる人、ニジェールからやってくる人、このいわゆる北アフリカのフランス圏からどんどん来て保険ももらわずに仕事探してる人がまだ200-300人はおるだろうから、実質は500万人と見た方がいい。500万人だからフランスの経済も健全とは言えないんです今、立派な経済体制はドイツとオランダになっちゃって、フランスも下手してる危ないと。フランスの電気の 70% はニュークリアプラントなんですよ。そうですね。原子力、はいはい、これがこれからのいわゆる世界的流れというか世界の風潮が、はい、ノンニュークリアプラントはもう潰していこうという、ドイツはもうそれ決めてるわけです、はい、そうなってきた時にますます生産体制がフランス国内ではやりにくくなっていく。そうするとフランスに対するインベストメントも減ってくる。まあいろんな意味でマイナス要因がたくさんフランスには今ある。だからまあギリシャ、スペイン、イタリア、ポルトガル、アイルランド、これはフランスということになってくるから、大きなこれヨーロッパ最大の国のフランス。警戒せないいかんのはフランスの銀行が持ってるスペインの債券、はい、フランスの銀行が持ってるギリシャの債券、フランスの銀行が持ってるイタリアの債券、フランスの銀行が持ってるポルトガルの債券、フランスの銀行が持ってるアイルランドの債券、お金貸してる債券、そうですね。これがトラブった時は帰ってこれんだったらね、フランスはボーンと大危機に陥る。歴史的大危機を迎えるフランスはすごい、そういうことでですね、はい、この300万人の失業者が13年ぶりだと、13年前にもやって13年ぶりにまた問題になってるわけで、はい、これは小さな問題に捉えてはいけないと。もっと失業者は500万人ぐらい見とかなきゃいけない。それ以上に銀行の
不良債権が発生するかしないかという、この危機は大きいと思います。はい。It is said that in France there are 3 million people unemployed. That's what officially has been collected, data collected a while ago. But France is lending money, the French banks are lending money to the countries that are now in big trouble, like Portugal, Spain, Greece, and their debt, the debt from these countries, like Italy, their debt is coming to France by lending them this money that they will probably not be able to pay back one day. So when that day will come, when those countries will not pay back the money to France, then it could happen that France will also be on the verge of bankruptcy. And we could add France to the list of countries in big trouble in Europe. Right now, it's only Germany and Netherlands who are somewhat stabilized. And France has so many immigrants from the former colonies, parts of Africa, then from the other European countries, Turkey, Romania. There are many immigrants that come to France, and without having a job offer, they just come there and hope they will find work and then will apply for unemployment money. And France has this complex of being accused of not being socially kind to people. So that's why they are easily helping all kind of immigrants there. France is very easy to put the money down and help all the immigrants. And that's why more and more immigrants are coming to France. And it is said that probably there are 5 million unemployed people in France, much more than we thought. And François Hollande, the new elected president, his strategy, economical strategy, is not so good as it appears. He increased the taxes for the rich companies to 75%. And so even the owner of Louis Vuitton said that they are going to move the headquarters to Belgium because they do not want to pay 75% of tax to the country. And if such things happen, if big companies are moving out of the country, the unemployment of course will grow. And on the other hand, cutting budget means firing people. That is also going in direction of unemployment. So France's situation appears to be worst since 13 years. Next, it's Iran and the great meeting that happened where Ahmadinejad was speaking. 今回国連でユナイテッドネーションで、アフマディネジャード大統領、これが、アメリカの戦略、はい、NATO の戦略、これらはいわゆる平穏にしている、ノンアライアンスムーブメントの国々をディストロイするために、はい、ミリタリーパワーを使っていると、そして、内政干渉という内部の外交から内部の問題を干渉して独裁者だと人権がないとか言ってヒューマンライト理由をつけて攻撃やする軍事攻撃、ミリタリーアタック、これはけしからんとアフマディネジャードは演説して、この言葉はイランの大統領一人の言葉じゃない。このスピーチはノンアライアンスムーブメントを代表するスピーチだ。
イアンスムーブメントの120カ国を代表して俺は言ってるんだと、はい、こう言ったわけですね。はい、でその1ヶ月前にテヘランでノーアライアンスムーブメントのジェネラルミーティングが行われて、アフマディネジャドがその時のチャーマンだったわけです、そうです、そうです。だからそのスピーチをして、これでそれを同じことを国連でやったと、はい、ね、このやはり後ろに120国という、はい、ノーアライアンスの国々が参加してその言葉を支えている、これは非常に大きな重みのある言葉であって、その後ろにロシアがあるということです、はい、そうするとこれ簡単にはこれ NATO やアメリカがイスラエルの意向でシリアをどんどんまた攻撃する、こういうことも非常に問題になっていく。 NATO はアサドを倒すためにリビアの時と同じように、空爆、いわゆるエアフォースを使って空爆する、爆弾を落とす、これはできなくなるだろう、非常に大きな牽制になったスピーチであったと思いますね、今までにないイランの大統領としての強気の発言だと、イスラエルもこれじゃイラン攻撃はできない、後ろに125カ国の非同盟諸国がついてるということ、私イラン人友達がいたんですけど、本当はイランとイスラエルはすごい仲良し、すごい仲良しで、今でも仲良しでも、ずっと昔からアタックするとかアタックするのその話を上で言うけど、本当はすごく仲良しって言いましたね。まあ実際はね、イスラエルは攻撃をすると言ってるけどもね、できない、これで、できません。できません。At the Great Conference, Iran's President Ahmadinejad held a speech, and he mentioned the fact that what United Nations is doing, and United States, together with United States, is doing in this Arab Spring, how they destroy the countries, how they are using their weapon machinery to trash down the countries, like what happened to Libya, what happened in Egypt, this Yemen, this entire Arab Spring, and what happens now to Syria. He said he is not saying it only from himself and from Iran, but he is representing the entire non-aligned movement, all the 120 countries that are part of the non-aligned movement are represented by him in those words, accusing United Nations and United States of their behavior in the Middle East and towards other smaller countries in the world. And Sosai Chodo Indaikaku says it is a very important thing to hear Ahmadinejad say this at such a great meeting of many countries and have the support. So Iran has the support of 120 countries. And having this situation, it will be impossible for Israel to start any attack on Iran, because Iran is seeing well, and it's the first time that an Iranian president would say something like this and have so much support. We are going into commercial and see you after the break. はい、ヌーパルガールの成田優子です。今回は健康食品スーパー乳酸 CPL をご紹介いたします。健康食品スーパー乳酸 CPL は1982年東海大学医学部においてがんが消滅している現象から発見された物質で、世界で初めて合成に成功した健康食品です。 CPL は天然の原料、主に砂糖大根を発酵させた乳酸を原料に
製造メーカーシュメイドンさんが開発した製法で安全な健康食品です。粉末をお茶やヨーグルトに混ぜてお取りください。ご購入希望の方はヌーパル .jp のホームページからアクセスしてください。お待ちしています。Next, we are back at the China, talking about the Japanese islands of Senkaku. これはね、国連でもチャイナが歴史的に尖閣列島は中国のものだと言ったわけだけど、はい、これはもう世界中の人が歴史的にはこれは日本のものだっていうことは全部知ってるわけ、歴史で。これはもうアメリカの当時化の時もアメリカのものだったわけ、はい、それ以前は日本の島であった。それ以前は琉球という独インディペンデントの国のものであった。琉球という、琉球、はい、チャイナじゃない、はいはい、琉球のものなんです。そうですね。ね、だから琉球のものが日本に来たわけですから、日本のものになったわけです。歴史的にはもう誰が見ても 100% 中国のものでないよと分かってる。それをまあ国連でやったと。だからもう全世界の国々は笑ってるわけで、中国は何を言ってるかと、はい、歴史的にはこれ日本のものだと、そういうことで日本の大使館へ石を投げる、そして日本の車を燃やす、日本のスーパーマーケットを破壊する、ディストロイ。そうですね。日本の自動車メーカーへ攻撃かける、日本の自動車は買わないという運動を起こす。すべてこれはガバメントコントロールでやらしてるわけです。ね、はい。ガバメントがやれと言ってやらしてるわけです。そのついでに彼らは毛沢東の思想、毛沢東の写真を持って歩いた。ああ、はいはいはい。ね、マオツェドン、はいはい。毛沢東のね。はい。だからこれはいや危ないとガバメント逆に思って、はい、でもやめろと、今度はまたコントロールやめろと、だからまあそういうことをしたおかげでですね、中国という国は怖い恐ろしい国だと、これは法律がないと、ここにはね、ノットジェントルマンだと、そう、はい、話は通じないと、暴力だと、はい、暴力の国家だと、法律がないノーローだと、こういう国にはお金を出しては金は返ってこないというカントリーリスクが4段階高まった。4段階カントリーリスクがボン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 、これリスクの多い一番危険な国という、今一番危険な国は北朝鮮と中国になっている。だから全世界のインベスターはもう中国や金出さんとこうと、これがシフトして一番今多いのはベトナム、その次はこれからだけどミャンマー、はい、タイ、マレーシア、インドネシアといいですね。ASEAN に向かってるわけでね、はい、投資が、中国から全部移ってくると、はい、ASEAN に、すごくいいと思いますね。だからそういうことでね、中国は尖閣列島で、わけのわからん発言をすればするほど、全世界を敵に回して、逆にね、今までの中国のあらゆる運動した努力が水の泡になってしまう、はいね、中国が損をする、自分の顔に泥塗ってるようなそうですねその通り、まあ愚かなもんだ中国人は。世界で一番悪いのは中国人。China, we all know what happened with the Senkaku Islands. The Chinese were continuously verbally attacking Japan and accusing Japan of recently buying those Senkaku Islands.
and they are saying that from its history, the Senkaku Islands belong to China, but actually those Senkaku Islands were part of the Ryukyu population, so they did not belong to China. It was never China on those Senkaku Islands. It was a totally different nation, Ryukyu, a small island nation. And by these actions, attacking the Japanese embassy, attacking the Japanese ambassador, and throwing stones and producing damage to the embassy, to the Japanese stores, companies that are in China, forcing those companies to shut down because of the danger to continue their Toyota, Nissan, Panasonic, all those big companies are suffering. By this huge movement that was probably approved by the government, otherwise in China there would have been no possibility to create such a huge movement. So the government allowed them to do this. The government probably pushed the people to do this. And now the other countries, the entire world is looking at China. Based on history, the Senkaku Islands are not Chinese islands. And it's a very trivial matter. And if China is doing such a huge point out of a trivial matter, while China received so much money, help money from Japan for all these years, now the other countries are stepping back and saying China is a very dangerous place. It's a dangerous country to deal with. And they are moving their business towards the other Asian countries, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Thai, Indonesia. So China did a very, very wrong thing. And it's like they are throwing dirt in their own face. The government, of course, allowed these demonstrations to happen. Otherwise, it wouldn't have been possible. And they were carrying Mao Zedong's pictures during the demonstration. So the entire world is now afraid to deal with China, and they do not want. All investors are backing away from China, and those jobs are going to go to the ASEAN countries, which is a very good thing for a change. Next, in Georgia, there's going to be elections. これはね、前回話で、はい、グルジアの刑務所でいわゆる暴動が起こって、はい、いわゆる刑務所の中の待遇改善、暴力を禁止、そういうことを運動を起こしてた囚人が全刑務所で、そうですね、ありました。はい、たくさんの、いわゆる政治犯、ポリティカルクリミナルが、それを各刑務所から立ち上がったわけです。はい、これを号令かけたのはプーチン大統領。いわゆる KDB の影響下でやった。はい、それで全グルジアの、いわゆるロシア派の人たちが選挙でいわゆるイワニシビリを応援したわけです。だからこのイワニシビリを大統領にすればいわゆるアゲンストユナイテッドステートになるわけ。このいわゆる米軍の基地があるわけ。はい。ね、あります？グルジアで。ある。ミサイルの基地がある。ミサイルでイランを狙う基地がある。イランを。それもみんなもう潰れるから。プーチンはどうしてもグルジアを取りたかった。自分に取りたかった。それで成功した。これはその1ヶ月前にキルギリスタンを、プーチンは完全に同盟国にして、ミリタリーアライアンスを作ったわけ。キルギリスタン、キルギリスタンね。ほんでキルギリスにまたロシア軍の基地を作った。
今回グルジアがまたロシアに戻る。これでやはりこの上からずっとエストニア、ラトビア、リトアニア、ベラルーシ、ウクライナ、グルジアと、ロシアラインがまたきちんと出来上がってくる。でそこへウズベキスタン、トルコメニスタン、タジキスタン、キルギスタンと、でもカザフスタンもロシア入っちゃう。旧ソ連勢力の復活というね、旧ソ連勢力の復活であり、ユーラシアアライアンスのスタートだと、ユーラシアアライアンスのもうスタートになる、はい、ということです。これは非常にプーチンのパワーが世界的に強くなり、ユーラシア帝国実現のために今スタート切ったと、このグルジアのこの大統領選挙はそういう引き金になっているということです、ユーラシアアライアンスの引き金になっている。Last time we spoke about the huge demonstrations that happened in the prisons all over Georgia, or Gruzia, how it's called in the modern language. All the inmates from the prisons made huge demonstrations against the president now, incumbent president. And the Gruzia was former Soviet Union country. They split and they went towards United Nations, toward United States. So they are now on the western side. But Putin is aiming to fortify his Eurasian alliance and to re-establish the former Russian line. So Putin, with his secret agents, made those people in prisons to the former politic prisoners to start the demonstrations and to shift the politics of the country. And so probably during these elections, Ivanishvili is going to win, and this person, Ivanishvili, is leaning towards the Russian side, towards Putin's side. And now in Georgia there is a American base or NATO base, and that one will be probably kicked out as soon as the elections are finished, and Georgia is going to get back to Russia, back to Putin. And also just a short while ago in Kyrgyzstan, Russia made again an army treaty, and they created a missile base there. And so Kyrgyzstan is also going back to Russia, just like Sosai Choden Daikaku told us for more than a year now. Putin is aiming at creating this huge Eurasian alliance, and the first stop is these elections in Georgia, where Ivanishvili is going to win and bring the country back towards the Soviet Union. Next, in Venezuela, there is also elections, and Hugo Chavez and Capriles are on the list. これもね、今グルジアに今ちょっと似たようなもので、はい、キューバと完全なる同盟国であるチャベス大統領、はい、これはまあ反米大統領ですね、アゲンストユナイテッドステートですから、それに対してこの新しい大統領はカブリベス、はい、このいわゆるカブリベスはいわゆるまあ今ニュートラルですから、はい、どちらが勝つかが今世界中が注目している。そうです、ね、まあみんな大方はチャベスがもう一回勝つだろうと。しかしカリベスが今追い上げてきている、はい、今いい勝負になっていますから、これも一つの注目のポイントだと思います、はい、グルジアと同じように注目すべきところと、というのはこれによって、はい、ラテンアメリカ、セントラルアメリカの反米がバーッと広がるか、反米にブレーキがかかるか、はい、これを決する一つの大統領選挙であると。はい、
だからまあそこのところはアメリカの大統領選挙と両にらみでですね、考えていかなければいけないと思います。はい。Now, parallel to Putin's movement to get more countries join him, the United States is doing same thing, and they are targeting the countries in Latin America. As we know, Hugo Chavez of Venezuela is extremely against United States, and especially the former George Bush of United States. So now there's going to be elections in Venezuela, and Hugo Chavez is against United States, but the other person who is going to challenge Hugo Chavez, Mr. Capriles, he is kind of neutral, so not against United States. And so if he is going to win, it could bring a big unbalance among the South American countries who are almost all of them against United States. It could happen that Venezuela will turn towards United States and will start collaborating, and it could be even more important than what is happening in Georgia that is going to be gotten by Putin. So we have to watch those movements that are happening in parallel. We thank you for today and see you next week. これからも日本を取り巻く国際社会問題をお伝えしてまいります。ではまた来週。See you next week.